こんにちは、ずんだもんです。今回は Windows 11を特に OpenCore で使いやすくなるように、OpenCore などのブートローダーの前に OS の起動切り替えをするプリセレクターを入れてみました。最後にちょっとだけおまけもありますよ。やっぱり面倒なことは嫌なので、これは全部フィクションです。前回までの動画でクローバーとオープンコアの2つのブートローダーで設定が完了しました。このようにクローバーの方の EFI フォルダと次にオープンコアの EFI フォルダができました。今回の動画はこれらのブートローダーと Windows 11を切り替える設定をします。前の動画を見てこれらのフォルダを用意しておいてください。今回もずんだもんでもわかるようにゆっくり説明しちゃいます。ただ EFI 領域つまり EFI パーティションへのフォルダなどの出し入れの方法は前回以前で説明しちゃってますので省いて説明しています。ごめんなさい。前までのやり方を見てマスターしてくださいね。よろしくお願いします。まず REFIND という起動の選択ができるソフトのダウンロードと最後に EFI パーティションに入れるブートフォルダを作ることから始めましょう。REFIND と検索すればソースフォー時から最新の REFIND がダウンロードできちゃいます。一度中身をデスクトップに置いて分かりやすい動画にしちゃいました。次にブートというフォルダを作っちゃいます。これは後で EFI パーティションに入れることを考えて前もってブートという名前にしちゃってます。必要なファイルなどをここへコピーしていきます。まず REFIND フォルダの中の REFINDX64 EFI をコピーしブート X64 EFI という名前にします。この名前にすることで最初に起動されるようになります。次にドライバーズ X64 というフォルダをコピーして入れます。そしてツールズ X64 とアイコンズというフォルダをコピーして入れます。2番目にテーマフォルダをダウンロードして入れていきます。 Google で黄色の文字のように検索するとたどり着けます。この ZIP ファイルからテーマをダウンロードしましょう。テーマズというフォルダを作ります。ここで黄色の文字のフォルダが二重に入っていますので中に入っている方のこの文字のフォルダをテーマズフォルダの中に入れます。次は REFIND の設定ファイルを作るのですがそのためにコッドエディタという
その設定ファイルを書くためのアプリをApp Store からインストールします。インストールのために登録とかはしておいてください。名前は REFIND CONF としてください。場所は今作っているデスクトップ上のブートフォルダです。名前を合わせるために一度保存して、Finder上で名前をきちんと直します。これで設定ファイルを書き込めます。さて、この設定ファイルはこのように書き込んでください。5行目にある Windows Part UUID にはこれから出てくる動画で実際にこのパソコンに入っている Windows 11の EFI パーティションの UUID が入ることになります。ターミナルを用意してディスクユーティリティ LIST と打ち込みます。表示された結果から Windows 11の EFI パーティションのディスクネームを見つけます。このパソコンの場合はディスク 1S1 でした。そうしたら今度はそのディスクパーティションの情報をディスクユーティリティ Info で調べます。するとこのようにディスクパーティション UUID がわかりますので、右に書かれた16進数の UUID をコピーして REFIND のコンフィグファイルの Windows 11のボリュームの後ろにペーストします。これで書き込みの内容は終わりなので保存しておきます。このようにして EFI パーティションの EFI フォルダ内に入れるブートフォルダができました。以上で全ての設定が終わりました。最後に今作ったブートフォルダとクローバーの EFI フォルダ、オープンコアの EFI フォルダをこのように用意して最終的な EFI フォルダを作っていきましょう。ブートはそのまま入れます。クローバーの EFI からはその中のクローバーフォルダを同じくオープンコアの EFI からは中の OC フォルダを入れちゃいます。最終的な EFI フォルダはこのような作りになります。次は今動いているズンダモンの SSD を開きましょう。前回は NVMe で作りましたが、同じように SSD で作り直しちゃいました。
消して、今新しく作った EFI フォルダを入れます。なお、念のため USB メモリにずんだもんの EFI を取っておいて、万が一の場合はそこから起動できるようにしておきましょう。すべての設定は終わりました。終わりは動くかどうかの確認です。選択画面を出して、ずんだもん用の SSD を選んで起動します。このようにはじめに起動選択画面が出るようになりました。Windows 11を選ぶとこのようにそれが起動しますし、オープンコアマークを選ぶとオープンコアが、クローバーマークを選ぶとこのようにクローバーが動き出します。そしてオープンコアやクローバーで起動メニューを選択すれば、モントレーのログイン画面が出てきました。これでずんだもんの iMac に充填2計画は成功です。これで一区切りですが、今後のメンテナンスなどについて載せてみたりしようかと思っています。最後まで見てくれてありがとうございました。ここでおまけです。同性の中田さんに手伝ってもらって、背景を可愛くしちゃってもらいました。ラッキー。